ご理解第46節。痛いのが治ったのでありがたいのではない。いつもまめながありがたいのぞ。百味の恩食がいただけることもありがたいが、何を食してもおいしいことはそれにも増してありがたいことであります。地獄で仏とか暗夜に光明とか申しますが、信心して極楽の境地を開き、いつも仏の中にある世界を創造していくのです。今朝よりある婦人のお届けに信心をいただくようになって、私の周囲の人たちがみんな良い人に見え、親切な人ばかりであるのに気づきましたと申されますので、すでにあなたの周りは観音様や菩薩様ばかりですねと申しました。46節。ご理解第46節です。師匠はこれを四十六と読まれたと思いますね。四十六。いつもがお得のチャンスだと。お得をいただくチャンス、機会はそうざらにあるものではないということも教えてくださいますが、またいつもがお得のチャンスともいただける、その両方がありますね。何か大きなことが起こってくる。そういう時に腹を決めてかかる。その時のいただき方次第でご神徳をいただいたりいただけなかったりということもありますが、日々の生活の中でそれこそ何か大きなことが起こってきた時にはどんと受けることができるけれども、日々の生活の中で取りこぼしているというのでしょうか。どこから水道の水が漏れるように線が緩くて漏れているということもやはりあるわけですね。日々の生活、四十六である。いわば日々の生活の中でお得を漏らすようなことがあってはならないということでもありますね。いつもがお得のチャンスであるということは、いつもがお得を逃がしてしまっているということにもなりかねないということなのですね。今朝は特にある出来事から、いわば私どもが生きる上において実意というもの、実意、丁寧、神信心と教えていただきますが、そのやはり実意丁寧が信心にはどうしても大切ですね。ざっとした生き方というものがあります。ざっとした生き方では四十六というその六、お得の受け物を漏らしてしまうというような感じがいたしますね。やはりいつも実意でなければならない。ざっとしていたのではいけない。それは何事にも用心、注意をしなければならないということでもありますね。例えば何か新しいものを買う、取扱説明書がついてくる。ざっとするとその取扱説明書などは読みませんね。そしてほったらかしてしまいます。またスマホならスマホを契約する。めんどくさいから契約書の条項までは読みませんね。それがいけないと。説明書なら説明書、契約書なら契約書を隅から隅まで読みなさい。目を通しなさい。ということなのですね。注意深くということなのです。今朝もあることをウェブで調べておりましたら、
その普通のとこには普通のことしか書いてありません。ところがその隅っこの方に注意事項というのがあるわけです。その注意事項のところをクリックすると、何月から何日からいつまではこの今受付を停止しておりますとか、いわゆる付帯条件というのでしょうか。コロナウイルスの影響で今はこうなっておりますという今の条件が記されているわけですね。ですからざーっと見たところでは一般的な情報しか見れない。ところがその注意事項、隅っこに書いてある注意事項を読むと、今現在どうなっているかということが書いてある。その今の情報を注意深く読まないとうまく対応できないわけですね。ああ、書いてあったのにということになるわけです。広告などにもそうですね。大きな広告でいい条件のことを書いてあるけれども、その下の方に小さな字で、こういう場合はこうですと、条件がついていたりします。それでお店に行ってみると、こう書いてあった。いくらいくらだと。しかし、その下の方にこういう条件が書いてあったでしょう。と言って、そのついつい高いものを買わされたりしてしまうわけですね。何でも注意深く読まなくてはいけないということなのですが、いわゆる実意をもって対処していかなければならない。これはもちろん成り行きにおいてもそうだということですね。今朝思わせられますことは、もし師匠の見教えで一つだけ残すことができるとすれば何を残すか。そう問われたら私はどう答えるだろうか。私はやはり成り行きを尊び大切にするというこのこと一つを残すだろう。このこと一つを伝えていく。もし一つだけ許されるとすればですね。そしてその成り行きを尊び大切にするということを、それこそ実意をもって尊ぶということになりますね。ざーっと成り行きを尊ぶとか大切にする、そのざーっとしたのでは神様のお働きをざーっとしたものにしてしまいます。神様ほど実意な方はおられない。その神様の実意なお働きを受け漏らさないためには、やはり私どもがざっとしていたのではいけない。きちっとした一つ一つを実意丁寧にいただいていく、そういう信心をさせていただかねばならないと。何事も注意深く、契約書なら契約書の隅々にまで目を通す、そういう信心をさせていただかねばならないということですね。ざっとした対処の仕方、いただき方ではおかげもまたざっとしたものになってしまう。きちんとした信心にはきちんとしたおかげがいただけれるということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。